皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。休み日の過ごし方。日本人の休み日は、平日の忙しさから離れて自分らしく過ごす時間です。多くの人は朝ゆっくり起きて、コーヒーや紅茶を飲みながら朝ごはんを食べます。家族がいる家では、ホットケーキや野菜入りのオムレツを作って一緒に食べることがあります。天気が良い日は近くの公園を散歩する人も多く、春には桜を見ながら、秋には赤や黄色の葉を楽しみます。犬を飼っている人は、ペットと一緒に散歩する姿もよく見かけます。午前中になると、若い人たちは友達と待ち合わせをしてショッピングモールへ出かけます。服や靴を買ったり、本屋で漫画を読んだり、ゲームセンターで音楽ゲームを楽しんだりします。美容院で髪を切る人もいます。主婦はスーパーで安い野菜を買ったり、部屋の掃除をします。最近ではいらないものを捨てる断捨離れが人気で、休み日にクローゼットの整理をする家庭が増えています。昼ごはんは特別なメニューを選ぶ人が多いです。家族でレストランに行って味噌ラーメンやハンバーグを食べたり、家でカレーライスや鍋料理を作ったりします。忙しい時はコンビニのお弁当を買うこともあります。若いカップルはイタリアンレストランでデートをし、ピザやパスタを食べながら楽しく話します。美味しい料理ができたら、写真を撮って SNS に投稿するのも現代風の習慣です。午後は活動的になる時間です。スポーツが好きな人は川沿いをジョギングしたり、レンタルサイクルで町を回ったりします。公園でバドミントンをしたり、プールで泳ぐ人もいます。趣味に集中する人も多く、水彩画を描いたりギターの練習をしたりします。庭で花を育てる人、編み物や刺繍をする人もいます。学生はテスト勉強をし、社会人はカフェでパソコンを開いて資格の勉強をします。コーヒーの香りがする店内で熱心にノートを取る姿が印象的です。午後3時頃になるとおやつを食べる習慣があります。コンビニでシュークリームやポテトチップスを買う人、家でクッキーを焼く人、喫茶店でケーキセットを注文する人など様々です。女性のグループがケーキを分け合いながら笑っている光景は、どの街でも見られる微笑ましい風景です。和菓子が好きな人は、あんこ入りのどら焼きを選ぶこともあります。夕方になると、人々は少しずつ家路につき始めます。主婦はスーパーで夕食の材料を買い、サラリーマンはジムから帰り、子供たちは公園で最後の遊びを楽しみます。洗濯物を取り込んだり、明日の予定を確認したり、ペットの散歩をもう一度する人もいます。夏の夕方は花火大会がある地域も多く、浴衣を着た人々が屋台でたこ焼きやかき氷を買い、友達と花火の打ち上げを待ちます。夜ご飯は家族揃って食べる大切な時間です。週末は焼肉やお好み焼き、手巻き寿司パーティーなど特別な料理を作ります。テーブルの真ん中にコンロを置き、薄く切った牛肉や野菜を焼く香りが家中に広がります。子供はレタスで肉を包むのを手伝い、父親はまだ焼けてないよ、と笑いながら家族の皿に取り分けます。お好み焼きを作るときは、キャベツやイカ、
紅生姜を混ぜたセチを鉄板に流し、ソースとマヨネーズで味付けします。ひっくり返すときにうまくできるかなとドキドキするのが楽しい瞬間です。手巻き寿司パーティーでは、サーモンやマグロ、きゅうり、卵焼きを並べ、各自が海苔の上にご飯と好きな具を乗せます。祖父は、昔はこんなにたくさんの具はなかったんだぞ、と話し、孫はツナマヨとポテトチップスを組み合わせた変わり種を作って笑いを誘います。食卓では、今週の学校どうだった？新しいプロジェクトが忙しくてね、と会話が弾み、テレビのニュースを見ながら社会の出来事について意見を交わすこともあります。一人暮らしの人もたまにはステーキを焼いて自分を褒めてあげます。スーパーで買った厚切り牛肉に塩コショウを振り、フライパンの音がジュージューと響くのを聞きながら、いい色に焼けたと満足します。アボカドとトマトを添えて写真を撮り、ハッシュタグ一人ごはんと SNS に投稿する若者もいます。疲れた日は電子レンジで温めるだけの冷凍食品も便利ですが、週末の夜だけは丁寧に料理することで孤独感を和らげているのです。最近は材料がすべて揃ったミールキットを使う人も増えています。インターネットで注文すると、新鮮な野菜と調味料、写真付きのレシピが箱に入って届きます。料理が苦手な人でも、20分で本格的なパスタや中華料理が作れます。主婦は、毎日の献立を考えるのが大変だから助かると喜び、学生は初めて作ったけど美味しかったと驚きます。週末の夜にカレーのミールキットを使い、ルーから作る本格的な味に挑戦する家族もいます。食卓を囲みながら、その日の出来事を話す声が家の中に響きます。母親が職場の失敗談を話すと、子供が大丈夫だよとハグしてくれます。父親の若い頃の話を聞きながら、祖父は時代は変わったなとつぶやきます。食べ終わった後、誰かがごちそうさまと言うと、自然に食器を片付ける手が動き始めます。お茶を飲みながらデザートのフルーツを食べ、くつろいだ空気が流れる中、明日も休みだね、と幸せなため息が漏れるのです。食後の時間は自由に過ごします。テレビで映画を見たり、YouTube で趣味の動画を見たり、オンラインゲームを楽しむ人もいます。家族と今日のニュースについて話し合ったり、小説を読んで静かな時間を過ごす人もいます。日本人はシャワーだけでなく、湯船にお湯をためてゆっくり入浴する習慣があります。入浴剤を使って色や香りを楽しむ人も多く、一日の疲れを癒します。週末には普段と違う特別な過ごし方をする人もいます。日帰りで温泉に行くのは大人げのプランで、特に冬の寒い日は露天風呂が人気です。雪が降る山の中の温泉では、熱いお湯に浸かりながら空から舞い落ちる雪を見上げます。温泉街では、入浴後にゆで卵を温泉で温めた温泉卵を食べたり、地元の名物である漬物やそばを味わったりします。関東の人なら箱根や草津、関西なら有馬温泉がよく選ばれ、帰り道でお土産屋さんで家族へのプレゼントを探す姿が見られます。テーマパークでは
ディズニーランドやユニバーサル・スタジオが家族連れでにぎわいます。子供はミッキーマウスの人形を抱きしめ、父親はジェットコースターに乗って大声を出します。季節ごとに変わるイベントも魅力で、ハロウィンには仮装した人々がパレードに参加し、クリスマスには巨大ツリーの前で記念写真を撮ります。最近では SNS 用に特別なフォトスポットが用意され、若いカップルが夕焼けを背景にキスする瞬間を自撮り棒で撮影しています。このように日本人の休日は、休息と楽しみ、家族との時間、自己成長がバランスよく組み合わさっています。毎日の忙しさの中でも、休み日を大切にすることで心と体のエネルギーを充電しているのです。もし私のチャンネルが気に入ったら、ぜひチャンネル登録してください。では、次の動画でお会いしましょう。